視聴者様より目の動きが怖いとご意見いただきました。そう言われれば、ということで対策を講じてみました。ご意見ありがとうございます。韓国では新型コロナウイルスの感染者が急激に増え、26日午前の時点で1113人になったと中央防疫対策本部が発表しています。2月13日にムン・ジェイン大統領は主要大企業総帥とのコロナ19対応経済界懇談会で、間もなく収束するだろうと発言したと報じられていますが、テグでの感染拡大をきっかけに事態を深刻だと捉えています。韓国では感染が拡大しているテグやキョンプクなどの封鎖措置の検討に入るなど、緊急で対策が進められています。日本でも感染拡大が伝えられている一方で、検査体制が不十分で検査を受けられていないという指摘が相次いでいて、実態がどれほど把握されているか不透明です。厚生労働省のページを見ても、あまり情報が公開されていないことからも伺えますね。実際どの程度検査されたのかがはっきりわかりません。より多くの情報開示が求められますね。現段階では検査を受けている人数もよくわからないため、感染者が発覚せずに数字だけが抑えられているような印象を受けます。私は毎日電車で出勤していますが、早く自宅勤務に切り替えられないかと不安です。もし感染した場合は有給消化となるらしくて、それを超えると欠勤扱いだそうです。ただ加入している健康保険組合では、4日以上の病欠の場合、4日目から給与1日あたりの3分の2の傷病手当が受けられることになっているんです。手厚いですね。皆さんも確認した方が良いようですね。あと、私の会社には生理休暇というのがあって、この場合は1日あたりの給与の 80% が支給されるそうなんです。そんなものまで、それは年間何日までとか決まりがあるんですか？総務部の方によると無制限に使えるそうです。会社によってはいろいろな制度があるんですね。男性には生理休暇は適用されないでしょうから、女性の特権ですね。私の場合は比較的会社に出社しなくてもできる仕事が多いので、早く自宅勤務制度を整えてほしいです。韓国では工場の稼働停止や全社員自宅勤務が実施されています。日本でも大手企業などが自宅勤務や出勤時間をずらすなど対策を講じていますよね。韓国では患者数が先週あたりから急増していますけど、今は危険な状態なんでしょうか？比較が難しいですが、集団感染規模の違い以外は似ているのではないかと思います。感染者数が急増していますが、検査件数も非常に多いです。2月上旬までは感染者数の増加が止まっていましたが、新興宗教の集団ミサをきっかけに急増したんですよね。その拡大があった直後に政府は集会の自粛を要請しているわけですけど、極右の反政府集会が実施されるなどしていましたね。反政府集会だけに政府の言うことを聞かなかったわけですね。その結果がどうなったのかはこれからわかると思いますが、韓国政府は危険度を最高位に上げて対応に必死です。日本と同じでこの2週間が勝負と見ているのでしょう。韓国は日本と同様、中国に依存しているところがあるので渡航者の対策が遅れていると指摘されていますよね。そうですね。一方で台湾は早い段階、2月6日から中国人の入国全面禁止、香港とマカオ住人へのビザ発給も中止しました。さらに翌日から香港、マカオなどを訪れた外国人も入国を禁止しています。そして25日から韓国からの入国者は14日間隔離するとしていますね。蔡英文総統も支持率が上昇しているようですね。一方で安倍政権は支持を大きく下げているようですけど。対策の遅れは否定できないですよね。小さく終わってくれればという願いも虚しく、初期に徹底対応に踏み切れなかったことが響いていますね。未だ徹底対応という感じもありませんが、経済への影響を考えて、可能な限り小さな対応で大きな結果を得ようとし続けているようですね。うまくいけばもちろん最高ですが、失敗すれば大変なことになるでしょう。韓国も対応は遅れているんですか？中国人観光客の入国禁止という面では日本同様遅れをとっていますね。逆に中国のある地域からは韓国人の入国が禁止されています。ただ積極的に検査を行っているという点では検討していると思いますね。こちらの表をご覧ください。私が韓国中央防疫対策本部の情報をもとに、この2週間の状況をまとめたものです。この1週間で感染者数が30倍以上に膨れ上がっているのが見て取れます。検査数は4倍で、陽性検出率も 2.5% 前後と上昇していますね。
死者も増加中で、死亡率は 0.96% です。もう少しすれば、死者の数や死亡率から検査が遅れている日本の状況も推測できるかもしれませんね。もちろん参考程度ですけど。日本では1日の検査数を3800まで増やしたと厚労省が会見で話していたようですけど、韓国はもう6000以上もやっているんですね。日本の厚労省はどうやらデータをうまく取りまとめられていないようで、自治体が独自に検査している数値を集計しきれていないようです。なのでこうした数値が提示できていないですね。韓国とは検査数も違うし人口規模も違いますよね。日本の感染者数は発表よりもかなり多いと推測されますが、死亡者数は正確な数字が出ているので、これをもとに推測が可能ではないでしょうか。そういえば韓国ノーカットニュースの報道で、日本や米国が韓国のマスクを大量輸入していると報じていました。これによると、日本のマスクよりも韓国のマスクの方が品質が優れているということですが、これは一般保険用のマスクに品質基準があるかないかが大きく左右していますね。マスクといってもエチケットマスクから花粉用、ウイルス対策用と色々あるわけです。花粉は粒子が比較的大きいですが、ウイルスは極めて小さいため、花粉用では防ぎきれないということです。なので購入時にはよく確認する必要がありますね。韓国は PM0.1 や PM2.5 が大飛散するので、それを防げなくてはマスクではないという考えから、一般保険用にも品質基準が明確にあるようです。それを米国や日本、台湾などが大量に確保していたのですが、ようやく国内の悪化状況に気づいた韓国政府が輸出規制を導入しようとしています。輸出禁止ではないんですね。それは対応の遅れとして指摘されませんか？輸出規制自体が遅すぎて批判の的になっていますね。ただ、キョンヒャン新聞の25日の報道によると、輸出量は現在の 10% に制限し、マスク生産量の 50% は商業的流通ではなく公共流通網を通じて国民に供給するとしていますね。一手を打ちましたね。それである程度でも国民の手に届くとしたらすごいですね。もう今はどこにもマスクがなくて、私なんかは全く入手できないんですけど。そうですよね。この際ないよりはマシということで、洗って使える布のマスクを使うのも一つの手段だと思いますが、これも専門家による効果と限界について詳しく説明が欲しいですね。あと、使い捨てマスクは本当に毎日変えなければならないんでしょうか？例えば日常使用の場合、咳もしないような人は3日くらい外で日光に浴びせておけば使っても良いとかないんでしょうか？そうですね。そういったものもこの緊急事態に適切なガイドラインがあれば良いですね。コロナウイルスは空気感染しないということなので、飛沫感染を防ぐのにどれほどの流度が必要なのか、専門家がはっきりと示してほしいですね。最善は常に新しい高品質の使い捨てマスクを使うことなんでしょうけど、なければ効果が下がるけれども代用品として一定の効果があるというものを知らせてほしいですね。そうすればマスクが買えないから何も着用せずに外出するという人を減らせると思います。中国みたいにペットボトルやレジ袋は嫌ですけど。韓国では電子レンジで30秒加熱すれば再利用できるというデマが流れたそうです。ウイルスは熱に弱いかもしれませんが、マスクの粒子が破壊されるので有効ではないということですね。日本のメディアも対応を批判して騒ぎ立てるのではなくて、実用的な情報を提供してほしいですね。韓国も日本もこれからが正念場ですね。4月に国内ですけど旅行を計画しているのでピークが過ぎてほしいと祈るばかりです。経済への影響も日に日に大きくなってきていますからね。本当に事態が好転するのを祈るばかりです。